アギジャベいつもです。じゃあ早速キャンパスのサイズを選んでいきます。キャンパスはですね、このカスタムのところのプリセットの方のカスタムの正方形を選びましょう。はい、で、解消度は別に気にしなくてもいいんですけど、一応自分は300にしときます。はい、キャンパスの大きさによって描けれる絵のサイズとか決まってくるので、これは正方形なのでちょうど顔ぐらいだったら OK なんですけど、これで全身画を描こうと思ったら難しいっていうか線が荒くなったりするんじゃないかなと思うので、全身画を描く際はこういった A4 サイズとか大きいやつとかで描いた方がいいと思います。はい、まずはですね、自分は線画を描くんですけれども、もう一応描いてあるんですけど、線画はですね、自分の場合は、マーカーのやつで、フラットマーカーというもので線画をしてます。はい、で顔と髪を別のレイヤーで描いてます。はい、で合わせたらこんな感じですね。はい、で今ちょっと髪を消しておきます。この顔の線がですね、これのレイヤーの不透明度を薄くします。薄くっていうか、はい、不透明度を低くします。その上にまたレイヤーを作って、目と口のこの真ん中の線ですねをなぞります。もう一度。はい、でなぞったのがこれですね。はい、ちょっと目と口の方が濃くなってますよね。顔の線画のレイヤーにまた新しくレイヤーを作って、でそれをクリッピングして、でスプレーで新しいレイヤーで吹きかけます。はい、そうクリッピングしてるので、線のところしか色を塗ることできなくなってるんですよ。で、ここで注意したいのが、眉と目の部分は、赤く塗らないということです。はい、ことかもあるので、今回はもう顔だけなので服はちょっと、塗りません。はい、でこんな感じですね。でこの、吹きかけたレイヤーを顔の線画に、結合させます。はい、で次は先ほどのこの目と口のレイヤーがありますよね。これも同じように上にレイヤーを作ってクリッピングして、で口の部分だけですね、口の部分だけ吹きかけて、でそれを結合させます。はい、はい、顔の線画とこちらのレイヤーですね、これ別々でもいいですし、結合してもどちらでも構いません。今回はもう結合させておきます。はい、肌の色の下地を塗っていく前にちょっと髪の線がですね、レイヤーをちょっと見えるようにします。で顔の線画の下の方に、新しくレイヤーを作って肌の色の下地を塗っていきます。だいたい茶色系のですね、自分はこのぐらいの色だと思います。で、肌の下地を塗る際は自分はベタ塗りペン、マーカーの方のベタ塗りペンで塗っていきます。はい、で大雑把にもうすぐ顔の部分にパーって塗ります。はい、塗って、でちょっと
顔からはみ出ている部分を消していくんですけど、ちょっと線が見えない場合はその肌色のレイヤーの不透明度を低くして線が見えやすくします。で、消す場合ははみ出たところを消す場合は消しゴムツールの自分はざっくりで消します。ざっくりで一応紙に隠れてる部分は別に消さないでもいいっていうところもあるんですけど、こんな感じで一応顔の線に沿って分かりやすいように顔の線に沿って消していきます。ほっぺたのところをこんな感じでこんな風に消していきます。塗り終えたのがこんな感じですね。塗ってはみ出た部分を消したのがこんな感じです。で、だいたい顔の先ほどの線画がありますよね。線画、このほっぺたの赤い線のところ、この下ぐらいまで、色がカバーできているぐらいの感じで、消すっていうような感じですね。ちょっと難しいです。それと補足なんですが、どうして、顔の線画の紙以外の線画ですね薄くしたかって言いますと、自分は外国の人の描き方を目指しているので、外国の人の絵って最初は線画とかちゃんとあるんですけど、最終的にはその線自体がなくなるんですよ。それはなぜかっていうと、その線画の上に色をのせて塗っていくからなんですけれども、それがとても難しいんですよ。自分にはちょっとまだまだ真似ができないようなで、他の海外の方のやり方で分かったんですけれども、線画自体を最初から薄くしとけば線画に頼らず色を塗っていってるみたいな感じなんですよ。この線画が普通の濃いまんまの線画だと、その線画に頼ってしまうような感じなんですね。なのでその頼るのを減らすために線画を薄くしてます。ちょっと下地の色がちょっと濃すぎたかなと思うので、ちょっと変更したいと思います。はい、変更の仕方はですね、下地の方のレイヤーを選んどいて、右上をちょっと見ててくださいね。で今こちら辺だったんですけど、ここら辺に色を変更したいと思います。はい、で編集を選んで、編集の線の色を描画色に変更を押します。はい、でこれで色が変わりましたね。はい、はい、じゃあ次はですね、花をですねちょっとピンク系といいますか赤系でちょっと塗っていきます。はい、今度はですね、フラットマーカーで塗っていきます。大体赤系ですね。赤の大体このぐらいかな。花を塗っていきます。はい、新しく肌の上に下地のレイヤーの上に新しいレイヤーを作ってクリッピングして塗っていきます。はい、花の部分ですね。一応鼻筋ぐらいのところまで塗っていきます。こんな感じですかね。はい、で塗って、で今度は筆の方の
水彩のところの方の滑らか水彩ってあるんですけど、それを使って滑らかにします。はい、で、はい、こんな感じですかね。で、その赤の今塗ったレイヤーの上にさらにまた新しくレイヤーを作ります。でそれをクリッピングします。はい、またで次はこの下地の色をアルトキーで色を取りまして、はい、でそれでまたフラットマーカーで塗っていきます。この花の下の方が影になってるんですよ。なのでそこをですね1回ぐらいで、まず今2回やりましたね。一応1回ぐらいでなぞります。はい、でその他の光が当たってる部分を濃く塗っていきます。はい、光はですね、ちょっと書いときましょう。はい、だいたい光はこの真横の方ぐらいから斜め横かなの方から当たってるっていうような感じでやっていきます。はい、なので右側の方の花は光が当たってるような感じなので、ちょっと濃いめに取っていきます。はい、下ももうちょいかなと思ったらできます。でまた、滑らか水彩で滑らかにしていきます。はい、これのちょっと繰り返しでやっていきます。でこれはどうしてこんな風な難儀なことやるのかなっていうと、ほっぺたとか花はほっぺたよりも前に出てるじゃないですか。それを、簡単なやり方で、表現するための色塗りっていう風に考えてもいいんじゃないかなと思います。はい、これも外国の方がやってて、はい、こんな感じですかね。でちょっとお好みでまたちょっと滑らか水彩でやっていきます。はい、こんな感じで。はい、こんな感じですね。はい、光を塗る前にちょっとスプレーで大まかにちょっと塗っていきます。大まかにっていうか影の部分をちょっと塗ります。影の部分はですね、だいたい赤系なんですけど、ここぐらいかな、はい、200ぐらいですね。でこれもレイヤーを新しく作ってでクリッピングします。はい、光がここなのでここから来てるので左側の方がちょっと暗くなってますよね。でここをちょっとこんな感じで
ます。はい、で首側もちょっと暗いような感じなので軽くなぞります。はい、で次は光ですね。光もまた新しくレイヤーを作ってクリッピングします。はい、ここで注意なんですけど、光って言ったら大体皆さん白とか黄色とか大体一応白だと思うんですけど、白っぽいのを思い浮かべると思うんですけど、自分も今見ている画像では白く見えるんですけど、その白、極端に言うと白と黒は紙で色を塗る以外では自分は極力使わないようにしてます。はい、なので白に近い白の周辺の色で賄います。はい、で、光のレイヤーを作って、で今回さっきはフラットマーカーで花の方を塗ってたんですけど、今度はベタ塗りペンで塗っていきます。でちょっと下地の色を取って、これを中心にして、白に近い色を選びます。はい、だいたいこのぐらいですかね。右上をちょっと見てくださいね。だいたいここぐらいですかね。はい、で画像とか写真を見ながら光がある部分に色をのせていきます。はい、結構無造作にこれもね白く見えるけど白ではないんですよね。こうやって無造作にできます。こっちもちょっとはい、そしてはい、色をのせ終わりましたら、また水彩のツールの滑らか水彩で滑らかにしていきます。これの繰り返しみたいな感じですね。
このほうれい線がありますよね。ほうれい線が出るところ、そこは例えば写真とか画像とか見たらほうれい線とか笑顔線とか出ていたとしても、そこは自分はもう表現しないようにしてます。はい、これで滑らかに塗っていきます。はい、さっきのただのせてるだけのものを想像してたらね、こんな風になるっていうようなのちょっとなかなか自分も分からなくて、はい、これでも別にいいんですけれども、これでまだちょっと、もう少し足したいなっていう時があるんですけども、その場合はまた同じようにやって、滑らか水彩でもいいですし、先ほどのようにこうやって、また塗って、で滑らか水彩でやってもいいですし、また色もちょっと調整してこうやってやって、滑らか水彩でまたこうやってもいいですし、また色鉛筆とか、自分の場合は色鉛筆でまたその上から塗ったりする場合もあります。こうやってこんな風にとか、またフラットマーカーとかも結構使えます。はい、こんな感じでこれをまた滑らか水彩でもいいし、またそのままでもいいし、どちらでも構いません。もうそこはもう皆さんのお好みですね。色鉛筆でちょっと調整していきます。はい、ちょっと色を色鉛筆はなんて言いますか、ちょっと薄いですよね。薄くてでも結構いいんですよね。いいけどちょっとぼやけたりするので、ちょっとぼやけてるのが嫌だなと思ったら、先ほどやったようにベタ塗りペンでやって調整するっていうようなやり方がいいかもしれないですね。
で次はまたレイヤーを作って、でクリッピングをして、で次は影ですね。影は皆さん影の色って言ったらすぐ黒を思い浮かぶんじゃないかなと思うんですけど、黒は使わないで赤系でやっていきましょう。赤系でだいたいこのぐらいかな。一応調整するんですけど、で影は自分はベタ塗りペンじゃなくて、次はフラットマーカーとかでやったりしますね。ちょっとベタ塗りペンだとちょっと、濃いかなっていう気持ちもあって、一応フラットマーカーでやっていきます。はい、でフラットマーカーでやって新しいレイヤーを作ってですね、でクリッピングして、はい、でこれも画像を見ながらこっちに影があるなっていうような感じで、光の時とやり方はだいたい一緒です。はい、で滑らか水彩で滑らかにしていきます。はい、肌の流れとかってあるじゃないですか。今こうやってね、花のなんて言いますか、くぼみを表現するような塗り方っていうような感じで、それもちょっと意識してます。はい、でこうやってでこっちはちょっと下に。もうちょいか。ちょっと下に。今滑らか水彩ですね。滑らか水彩でやってます。で、こういったちょっと首筋のところとか大半が影になってるんですけど、こういったところはまたスプレーとかでちょっと選択範囲っていうか囲ったりして、でそれでスプレーとかこうやって
やって、でまた滑らか水彩でちょっと滑らかにしていくっていうような感じでできます。はい、こんな感じですかね。で、これではまだ足りなくて、新しくまたレイヤーを作ってやってもいいですし、そのまま今回はそのままでいきます。で今、また右上をご覧ください。はい、今の影の色はこれだったんですけど、これよりももうちょい濃い黒に近い色を使いたいので、今度はこっちですね。こっちぐらいですかね。でまたフラットマーカーでこうやってちょっと影がちょっと濃い部分にまた塗るというようなフラットマーカーで、フラットマーカーでなくても、お好みで、ベタ塗りツールでやってもいいんじゃないかなっていう感じはあるんですけど、さっきの光の塗り方みたいにちょっとやりすぎたかな。徐々に暗くなっていくっていうか、グラディエーションっていうんですかね。でまた首の方もさっきと同じような感じで、スプレーでまた滑らかにしていくっていうか、滑らかにしないでもいいです。いいところもあるんですけど、耳もちょっとやってみますか。はい、こんな感じですかね。でまだちょっと足りないなと思うところにまた足していきます。でこの今塗ったところあるじゃないですか。ここですね、上の方はちょっとぼかさないで残しといて、下の方だけぼかすっていうなんかやり方も結構
いいんですよね。はい、こんな感じなんですけど、ちょっと今回はぼかした方がいいか。一応こういったなんか技もあって、結構今回は使いませんが、服とか他でもなんか使えるところが結構あったりするので、光もちょっとあれかなと思ったら、はい、こんな感じですかね。はい、じゃあ次は目に行きましょうか。目はですね、目の色を塗る際はですね、だいたい顔の線画がありますよね。顔の線画のレイヤーよりも上にレイヤーを作って自分は色を塗ってます。はい。でこの際も今回は一応白目から塗るんですけど、だいたい白目って言ったらだいたいみんな白とか塗ったりすると思うんですけど、そうじゃなくて、今回はここぐらいかな、灰色っぽい、白に近い灰色っていうかで、それをまたフラットマーカーで塗ります。はい、きっちり別に塗らなくて、で、目のこの上の方はだいたい暗くなるっていう風に思っといた方がいいかと思います。このまぶたが屋根になってて、でそれの影響で目の上の方、目ん玉の上の方はちょっと暗くなってるっていうような感じで覚えておいた方がいいんじゃないかなと思います。はい、で白目もこうやってで一応目を全部描いてから判断するんですけど、この暗い部分ですね、この部分を暗い色で塗るか塗らないかっていうのがあるんですけど、今は塗らない状態で、だいたいこの、肌のベースになるこの肌の色があるじゃないですか、下地の色、それで賄うような感じも結構あります。はい、ちょっと左側もうちょい暗い方がいいかなと思うので、ちょっと暗めにやっていきます。でちょっと滑らか水彩で滑らかにします。はい、この際は別にクリッピングとかしません。目の色を塗る際。はい、で次は黒のだいたいこのぐらいでやりましょうか。それで黒目を塗っていきましょう。
これもフラットマーカーですね。これは上の方まで塗りますね。これも滑らか水彩でちょっと滑らかにしたりします。でまたちょっと濃い黒を足したい場合はちょっとパッてやってフラットマーカーでまた塗ります。海外の人の動画を見て自分勉強してるんですけど、あまり目とかあまりくっきり描かなくてもいいんだなっていうのが最近思うようになって、でも全部が全部ぼやかしてるとダメで、なんていうかぼやけてるところとちょっとはっきり見えるところを残すといい意味になったりするんですよね。そのやり方がちょっとね、難しいっていうかじれったくなるんですけど、はい、こんな感じですね。で上の方もうちょい白目の上の方ちょっと暗めの色でやりますか。大体、さっきよりはこれかな、軽くでいいので自分はやっぱ実際の写真とか見て影とか光とかどんな風になってるんだなっていうのを見ながらやっぱりやりますね。ちょっともうちょい黒目この下のちょっともうちょい大きくしよう。ちょっと分からなくなったりしたらわざと遠ざけたり白、この時にですね完全な白を使ったりする時はありますね。自分とか今回使いましょうね。これもフラットマーカーとか一応ね、白目と黒目との間になんかあったりすると光の部分がなんかそれっぽく見えたりするんですけど、どうでしょうか。
を使わなくてもいいかなとは思うんですけど、城周辺でも一応賄えるとは思うんですけども、はい、こんな感じですね。で次はちょっと変則的ですみませんが、じゃあ次は口を塗っていきましょう。はい、口ですね。口もですね、顔の線画のレイヤーより上にレイヤーを新しく作ってやっていきます。でこれもフラットマーカーでやっていきます。で写真の画像を見て色をだいたい判断してやっていきます。こっちかな。フラットマーカーの特質は透けて見えるんですよ、下の色が、だからその特質をちょっと使って塗っていくと結構いいツールです。はい、で何回もなぞったら濃くなるんですよ。自分も最初の頃は唇の色とかも、ね、ほんと赤一色とかでしか塗ってませんでしたから、写真とか見るとね、ほんといろんな色が入ってるんだなってわかるんですけど、想像だけでやろうと思ったらやっぱ難しくて、これもやっぱ極力黒は使わないっていうような感じで、ちょっと滑らか水線で滑らかにし
ちょっと濃いやつで口の真ん中の線ですね。で、よくね唇の上とか結構白くなってるんですよね。でまたそこも白に近い色で塗りましょう。こっちですね、こういったところとかなんですけど、一応離れてみたら別に気にならないところなんですけど、一応、ね、塗っといた方がいいかなと思って。でちょっと滑らか水彩でちょっと人なでぐらいかな。じゃあ新しくレイヤーをまた作って、で先ほどの白いのをこんな感じで塗って、で消しゴムのざっくりで細いやつでこんな感じでよくやってるんですよね。ちょっともうちょい顔の線画の方をちょっと薄くします。はい、はい、次はまつげに行きましょうか。まつげはですね、まつげも顔の線画よりは上にですね。だから、先ほどの唇とか目よりも上の方の上にレイヤーを作ります。はい、はい、まつげはですねフラットマーカーでまた塗っていきます。はい、まつげの色は黒ではなくて灰色っぽいのでやっていきましょう。で手ブレ補正も手ブレ補正はあまりつけないで、入り抜きも一応やっといて、はい、やっていきましょうか。入りは1500に抜きは5000ですね。はい、でサイズは4ぐらいでやっていきましょう。で逆側も自分も最近からなんですよ。まつげとか描くようになったの。今まではあまり描かなかったんですけど、手ブレ補正とか
入り抜きとかはもう本当お好みでやってください。自分も今回は入り抜きとか使ってるけど使わない時もありますし、はい、こんな感じですね。で次が眉毛に行きましょうか。眉毛、その前にちょっとまぶたのところもちょっとなぞっていきましょうね。その前にですね、今まつげのレイヤーの下の方にまたレイヤーを作りまして、ちょっとね難しいんですけど、まつげのレイヤーの下にレイヤーを新しく作って、でちょっとスプレーツールを選んで、アイシャドウっていうんですかね、それをちょっと塗っていきましょうか。だいたいこれもお好みですけど、自分はこの赤茶ぐらいかな、このぐらいかな。でこれをだいたいまぶたの目尻側とこの上もかな、まぶたできます。で下の方もですね、本当のなんか化粧と同じような感覚でそれをなじませていきます。ちょっとしたことなんですけど、なんか効果があるんじゃないかなと思ってやってます。はい、これですね。で、一応、はい、じゃあちょっと分かりやすいように、さっきのまつげのレイヤーの上にまた新しくレイヤーを作って、で今やったような感じで眉毛のところを塗りましょうか。眉毛はこのぐらいかな、このぐらいの色にしましょうかね。でスプレーで柔らかですね、柔らかめのスプレーで一応塗ります。これもですね、化粧みたいな感じですね。でこれをまた滑らか水彩でちょっとぼかします。今でもぼけてはいるんですけど、さらに本当に化粧みたいな感覚でこれにまた新しくレイヤーを作ります。もう本当たくさん使ってしまうんですけど、でフラットマーカーを使います。で先ほどのフラットマーカーで、さっきはサイズは4だったんですけど、次は5でやってみようかな。でだいたいまつげと同じぐらいの色でもいいんですけど、このぐらいの色にして、色っていうかまつげをこうやっていきます。これは自分は最近はなんていうかな、ところどころだけ
やるような感じですかね。でこちらもちょっと描きやすいようにやりましょうね。自分も板タブで描いてるので、なかなかズームとかいろいろやらないと、ね、ほんと板タブで描くのってこれほどにまで難しいとは思わなかったですね。はい、このぐらいですかね。はい、こんな感じですかね。はい、次は、紙を描いていきましょうか、ね、紙の線画は一番上にあるんですけれども、これですね。はい、でこの紙の線画よりはちょっと下にレイヤーを作りまして、でそこで色を塗っていきます。はい、で自分の場合はフラットマーカー使うんですけど、フラットマーカーのツールプロパティを開いて、で今入り抜きだったんですけど、これは外します。はい、で手ブレ補正を100にします。はい、でだいたいこれだったら10ぐらいでいいかな。10ぐらいでやって、で紙もまずはこのぐらいかな、紙の色で、これで大まかに紙の流れをちょっと描いていきます。はい、髪の毛だったら入り抜きとかやった方がいいんじゃないかなっていう時もあるんですけど、最近は別にその抜きですね。一番抜きを紙の表現でやったりするとなんか嘘っぽく見えたりして自分の場合なんですが、なので最近は極力やらないようにしてますね。入り抜きはやったりやらんかったり、その場でまた変わるんですけど、ちょっと今サイズ変えました。15にしました。一応大まかにですね、今手ブレ補正100にしてるので、ゆっくりやっても綺麗な曲線で描けれるので、で今このちょっと右下を見てください。このレイヤー15が紙のレイヤーなんですけど、その下にまた新しくレイヤーを作ります。はい、これを下にやります。はい、これが新しいレイヤーです。この紙のレイヤーの下の方に新しくレイヤーを作りました。でそれに今度は、一応スプレーとか使ったりもするんですけど、筆ですね、筆の濃い水彩とかで、このままでいいか、黒に近い色の黒で、それでその紙を大まかに塗っていきます。はい、
切り抜きになってますね。手ブレ補正はやらなくても大丈夫です、はい、やってもやらなくてもどちらでも構いません。でこれはなんでこんなになんか無造作に塗るのかって言いますと、ちょっとちゃんと枠の中には入れたいので、これはどうしてさっきのフラットマーカーの紙のレイヤーとは別にしてるかっていうと、さっき言ったようにフラットマーカーの特質っていうか透けて見えるんですよ。下の色の方が、下のレイヤーの色が透けて見えるような感じになるんです。なのでそのフラットマーカーが透けて見えてしまう部分をカバーするための色です、はい、一応こうやってもいいし、こういったなんていうんですかね、作業がちょっと、結構時間かかってじれったいんですけど、大まかに見ます。髪の毛の先とかの方はフラットマーカーでやるので、そうじゃないところをこの筆でカバーするっていうような感じですね。でどうしてもやっぱり肌の色よりも上にレイヤーがあるので、髪を塗ろうと思ったらこんな風に耳とか隠れたりするんですけど、そこはねもう本当に難儀なんですけど、さっきやったような感じで消していきます、はい、その際はこうやって薄くしてとでこれで消していきます。この作業が時間食うんですよね。
ちょっとかぶってる方がいいのかなって。ギリギリに消すと肌と髪の毛との境目までやるとなんて言いますかね、たまにその隙間が空いたりして、これいいか、これでいいか、白が出たりする場合があるんですよ。それがまたちょっと嫌だなと思って、こことかなんとなくちょっと白っぽいですよね、こことか。こういったところとかですね。一応別に気にしすぎるもダメなんですけど、このぐらいでいいですね。はい、で、先ほどの、これですね、このフラットマーカーでやったレイヤーに移って、で今度はフラットマーカーに変えて、ちょっと難儀なんですけどこれこれもこうやって、髪の毛をなぞっていきます。はい、ちょっと難儀なんですが、でちょっと今このさっきの筆の部分とフラットマーカーの部分がなんかくっきりしてますよね。こういうところは滑らか水彩とかで滑らかにすると分からなくなるんですよ。じゃあいいかな、こっちとかも一応ちょっと目立つなと思うところはその都度滑らか水彩でやっていくっていうような感じですね。するとさっきと比べたらだいぶ良くなってますよね。で今はちょっとね黒一辺倒でやってるのであれなんですけど、なんかあまりだなーっていうような感じにも見えたりはするんですけど、これにまたその上にレイヤーとか足して違った色も塗り重ねていくので、そこでなんか変わった表現になっていくので、この部分ちょっとぼかしましょうね。こっちの部分はぼかしはこれですね。これのぼ
かしを選んでとぼかせます。はい、滑らか水彩よりはぼかしの方がちょっと輪郭がだいぶ残るんですよ。はい、じゃあまたフラットマーカーでまたやっていきます。はい、ちょっとねこれは時間かかるんですけど、紙はちょっとほんと1本ずつやるような感じなのでほんと時間かかるんですけど、離してやりましょうか。結構こういった描き方っていうか外国の人とか絵描きさんとかで結構そのリアル寄りなんだけどその本当にそっくりっていうのではなくて、なんて言いますかね、その人のキャラクターなんだけどなんか実際になんか人としているような感じのイラストってあるんですけど、それをどうにか日本でも好まれるようになってほしいなと思って、一応全然力ないんですけど、一応やり方さえ分かればできると思うんですよ。で今回この動画で自分が紹介した自分の描き方を紹介したんですけど、ね、見てて別にそれほどっていうか全然難しいところってあまりないと思うんですけど、ね、あとは、やっぱり色塗りよりも一番、線画が大事かなっていう気持ちはあるんですけど、だから自分もその厚塗りこのクリスタとか頑張ってはいるんですけど、それ一辺倒じゃなくてアナログもやってるし、ちょっとね紙はほんと時間かかって自分のやり方だと、はいこんな感じですね。でちょっと毛先をやるために10ぐらいにサイズ変えて、ちょっとこうやってアホ毛っていうんですかね、アホ毛とか
手ぶれ補正100なのでゆっくりやるだけでもこうやってできるので、ちょっと今のはなんか偽物だな。そっか、ちょっと手ぶれ補正をちょっと外してやるのもいいかもしれないですね。こうやってもうちょい細い方がいいかな。でまたちょっと手ぶれ補正を100に戻して細くしましょうか。なんか一応それっぽく、できたらいいなと思って。もうちょいこっちは長い方がいいか。フラットマーカーは本当ね、こうやって何回もなぞれば濃くなるので、でも透けるんですよね。だから背景とかがある場合とかは本当こんなに、フラットマーカーで黒くしてても背景の色が浮き出てくるので注意してください。はい、でこれにちょっとまた、新しいレイヤーを上に作って、でちょっと赤系っていうかこれでやっていくとまたいいんですよね。一応今回はこの光がどこから来てるっていう風にやってたんですけど、一応自分とかはあまり実は気にしないで描いてることが結構多いです。はい、まだ自分がそこまでのレベルに到達してないっていうのもあるんですけど、自分皆さんの本当やりたいようにまずはやって、で慣れてきたらだんだんといろんなことに挑戦するっていうのも、ありなんじゃないかなと思います。はい、自分はそんな風にやってます。一応ね、自分も本当効率的なやり方とかって考えたりはするんですけど、
遠回りみたいな効率とか別に考えないでやるのもいいんじゃないかなと思います。はい、でこれにまたちょっと色を薄いやつを合わせる。またこっちでレイヤーを作るっていうような感じでやっていきましょうか。なんか一応プロの人とかが前テレビで言ってたんですけど、デジタルのイラストは何でもできるじゃないですか、機能がすごくて。なのでやめ時とかがもう自分で判断してやらないとなんか身が持たないっていうような感じでも言ってましたね。そんな感じで言ってましたな。だから自分はできればだいたい3時間で終えるようにしてます。はい。こっちもっとなんか足したかったらちょっと足しますかじゃあちょっと今度はブルーのブルー系でやってみますか。今のはやめといた方がよかったか。はい、こんな感じですかね。でこの顔の輪郭のところとかってくっきりしてるじゃないですか、ね、この場合はあれなんですよね。これは一応紙なんですけど、一応ちょっと消しますか。一応ですね、分かりやすいようにこの顔のこの輪郭がちょっとくっきりしてるんですよ。これって結構なんて言いますかね、不自然な
感じに自分は思うんですよ。なのでその時はですね、この下地の肌の下地がありますよね。一応肌だけではなくていろんな服とかで、後で髪もやりますが、下地の方をですね、くっきりしてちょっと気に食わないなっていう時は、この先ほども使ったぼかしがありますよね。ぼかし、ぼかしを選んで、それでこの輪郭をなぞるんですよ。はい、わかりますかね。ちょっとボケてますよね。じゃあもう一回。はい、ボケてますよね。これでなぞれば、そのくっきりしてる部分を解消できるので、一撫でぐらいですね。何度もやりすぎるとすごくボケてしまうので、そこは気をつけてください。はいいかな。で、先ほどの紙のところ行きましょうか。そうですね、髪のところもちょっと、髪がさっきの肌の輪郭の上に乗っかってるので、髪の毛の方をぼかさないとこのくっきり感が減りませんね。なので、髪のこの一番濃いレイヤーですね、レイヤー16ですね。この一番下にある髪のレイヤーを選んで、それでまたぼかします。はい、じゃあやっていきましょうか。多分これでいけると思うんだけど、大丈夫ですね、できます。ちょっと白っぽくなってますね。どうだろう、いいかな。もしあれだったら下にレイヤーを作って、でそのところをスプレーで、違うこちらの色を取って、でスプレーでそうか。難しいな。そうか。そうか、分かったな。この場合は顔の下地の下にレイヤーを作ってスプレーですね。はい。これでさっきのちょっと気になった白の加減が消えましたね。はい。でこれでくっきりが消えましたね。でこちら側も一応やっていきましょうか。そうか、こっちは噛み合ってないからか。こちら側も紙ぼかします。はい。耳の部分ですね。で、さっきみたいにまたスプレーでやります。はい、こんな感
じですね。はい、これで完成なんですが、はい、紙の線側は消しましょう。はい、そうか、ちょっとまたやりましょうか。肌のレイヤーのまたやりましょう。ここの上にレイヤー作ってクリッピングして、で今度は何をやるかっていうと、また影の赤っぽいのを使って、このぐらいかな。でフラットマーカーでこの紙の影を作りましょうか。ちょっとあれだな。一応手ブレ補正がついたまんまでもいいか。で前髪とかの影とか考えてちょっとまだちょっといるか。ちょっともうちょいこういうやつをちょっとまた首のところも水彩でちょっと中にして、ちょっと鼻の下があるかな。鼻の下がちょっとあれなのでちょっとやりすぎかなと思うので、柔らかめの消しゴムツールで消しましょう。このぐらいかな。はい、このぐらいですかね。ちょっとあるかな。いいかな。あ、これでいいかな。はい。で、あ、そうだ。
紙を全部結合させましょうね。結合させて、この外側の方、一番上の方とかですね、ちょっとぼかしましょうね。さっきのようにちょっとあまりにもくっきりしてたら、なんか不自然なんですよね。ちょっとくっきりしてるところを見つけてやるっていうような。はい、もうこれで完成なんですが、最後に自分はカラーバランスとかいじります。はい、必ず。はい、ですね、レイヤーの新規色調補正を選んで、カラーバランスを選びます。はい、でこれの、自分はレッドをこのぐらい動かして、この3つのパラメーターを動かして、自分が好きな、色合いに変えていきます。で自分はレッドをちょっとやって、このグリーンの方をちょっとマゼンタっていうところに寄せて、でブルーをちょっとまた足すような感じで、レッド、はい、こんな感じですね。これで、はい、これで OK ですかね。でその他にもまた一応自分は今回はこれでいいと思うんですけど、トーンカーブっていうのもあって、トーンカーブもこうやって薄くしたり、またちょっと濃くしたりっていうこともできるし、またこっちの左上にある RGB って書かれてるんですけど、これ押すとレッドとかグリーンとかブルーっていうのがあったりして、でこれをレッドとかってやったら、なんか赤だけを調整してくれたりするみたいで、はい、なんかいろいろあるので、皆さん試してみてください。はい、今回はもうね、ちょっと本当に長かったんですけど、結構厚塗り動画を自分が練習しているのを結構、毎日っていうか頻繁に出していますので、どうぞよろしくお願いします。日進月歩っていうんですかね、やり方もだんだんと、昨日はああ言ってたのに、ああやって描いてたのに、今日はまたまるっきり違う描き方っていう風になったりする時も多々あるんですけれども、もしまた新たな描き方とか発見しましたら、またこうやって動画に出したいと思いますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。本当頑張ってますので、応援よろしくお願いいたします。では、いつもでした。ありがとうございました。